後宮黄金はたった一つの金塊を巧みに使った大掛かりな詐欺ではないかとの説をどう思いますか？その説は当時結構林立てられたものです。後宮氏は丸荘の会長たち、親しい財界のフィクサー数人に黄金の山を見せ、そのうちの一つを持ち帰らせて鑑定させることで信用を得たということになっていました。つまり鑑定を経た黄金は一つしかないというわけです。つまり後宮氏に特に親しく財界に信用のある人物たちが結託して黄金元素を作り上げた可能性があるということではないでしょうか。今日の仮説の一つに、そもそも後宮氏は魔女から授けられた黄金10トンを所有してはいなかったのではないかというものがあります。当時も後宮黄金に疑問を持つ人間たちはそう主張しておりました。社用の後宮家最後の当主による一世一代の大掛かりな詐欺ではないかとね。社用の後宮家がそもそも10トンもの黄金を所有していたら社用にはなりませんね。そうですな。ですから当時から10トンの黄金はどこから湧いてきたのかと大いに騒がれました。後宮氏は戦時中は下級将校の一人に過ぎず、特別な力は持っておりませんでしたが、戦後は堪能な英語力によって進駐軍に太いパイプを作り、大きな力とコネクションを得ていきました。ですので米軍関係で黄金を手に入れたのではないかとささやかれました。米軍から黄金ですか？もちろんこれはデタラメな憶測ですが、山下将軍の黄金やロマノフ家の黄金など戦後の混乱期に生み出された黄金伝説はいくつもあります。今日では笑い捨てられているそれらの伝説ですが、当時にあってはまだまだ信憑性のあるものでした。実際戦後の混乱をうまく立ち回り莫大な富を築き上げた人たちが存在しますからね。だから軍の名と黄金の2つのキーワードがくっつけば、ある程度のうさんくささはありながらも信憑性もまたあり得たのです。そして戦時中に日本軍が得たとされる黄金を地下で手に入れた米軍の一部将校がそれの横領を画策、監禁のトンネルとして後宮氏を利用したのではないかとの噂もありました。今日では想像もつかないでしょうが、当時の後宮氏にはそれだけの GHQ とのコネクションがあったのです。六軒島取得の際にも GHQ の力を利用していますね。はい。後宮氏が戦後急速に財力を蓄えた背景には常に GHQ との大きなコネクションがあります。朝鮮戦争についてもいち早く情報を得ていて、特需の恩恵を最も受けた富豪の一人と言えます。では当時の後宮氏を知る者ならば、表にできない事情から10トンの黄金を密かに得ていたとしても不思議はなかったわけですか？思わなかった者もいただろうし、思った者もいたでしょう。それだけに後宮黄金の真贋をめぐっては当時かなりの衝撃を与えたものです。丸荘の会長はその後宮黄金を最初に信じたフィクサーの一人ですね。そうです。先代から後宮家とは親交があった大物でした。彼のお墨付きがなければ誰も信じなかったと断言できるでしょしかし
よくその会長はたった一つの金塊を鑑定するだけといういかがわしい方法で10トンの黄金を確信したものですね。いくら信仰があったと言っても、もしも詐欺だったなら大きな社会的信用を失うところだったはずです。それほどの大人物が信ずるに足る証拠としてはどうしても足りないように思うのですが。後ろ宮氏を自問視したり、あるいは反感を持つ者たちはそう主張しました。マルソーの会長は買収されたか、あるいは騙されて詐欺の片棒を担がされていると。そんな風に大荒れするほど後ろ宮氏の黄金担保の話は当時とにかく魅力的な、俗に言ううまい話だったんですよ。結局黄金伝説の真贋は問われることなく、後宮氏は莫大な投資を受け、それをもとに朝鮮特需で大儲けをし、無事に借金を返済。そうです。仮にそれが詐欺だったとしても、彼は莫大な富を築き、後宮家を復興させ、全ての借金を返済しきったのです。その強胆さをたたえる者も面白がって黄金詐欺説を支持し、存在しない黄金から莫大な融資を受け、それをもとにお家を復興させた波乱の人生などと面白がりました。ではやはり後宮氏は一世一代の大博打に勝った博徒に過ぎず、黄金伝説は幻想に過ぎませんか。わかりません。後宮黄金が白日のもとにさらされない限り幻想に過ぎないでしょう。しかしマルソーの会長は確かに大胆な方だったが、それでも相手を無条件に信用するほど不用心な方ではありませんでした。その会長をどのようにかして信用させるか、あるいは騙すかすれば後宮黄金の幻想は完成しますね。あなたは後宮黄金に否定的な方で。いえいえ、そういう説がありますが、いかがお考えですかとお尋ねしているだけです。否定的な方に納得してもらえるような証拠を私は持っていませんよ。私は後宮氏の黄金伝説を確信している人間です。私がそうだと思うに足る根拠はいくつもありますが、それらは直接的な証拠を伴いません。ですので私がこれ以上いくらお話ししても多分納得はしてもらえないものと思いますよ。誤解させているようで申し訳ございません。後宮黄金否定説が主流なもので、それに一石を投じる説があるならばお伺いできればと思いまして。まずですが、私から申し上げたいのは、マルソーの会長は今日の評価では大胆な人物ということになっており、その一点がひどく誇張されているという点です。あたかもたった一個の黄金であっさりと信じ込み、あるいはリスクを覚悟の上で真っ先に投資し、後に莫大なリターンを得たバクトというイメージで語られています。しかしそれは後世の偏った見方による誤解です。会長は確かに大胆で知られた方だが、それは財界人としてはという意味です。素性の知れない黄金をたった一つだけで信用するほどお人よしだという意味ではない。しかし真っ先に信用し莫大な投資を行いますよね。信用するに足る証拠が示されたと私たちは考えています。第一、当時マルソーの会長がおっしゃっておられた話は今日のものとは大きく異なりました。と申しますと。今日の説は
後宮黄金に否定的なフィクサーたちが後宮氏を貶める目的で捏造したものだからです。当時の会長はたった一つの黄金を見せられただけで信用したとは一言も言っていないからです。それはつまりたった一つの黄金以外にも証拠を見せられた可能性があるということですか？これは会長がお亡くなりになられてから当時近しかったある先生から伺った話です。こんなことを言うと会長に失礼なんですがね、会長は世間で大胆と言われるほど大胆ではなく、むしろ石橋を叩いて渡る慎重な方だったらしいんです。確かに飲みっぷりと食いっぷりの大胆な方でね、そのイメージのせいもあったでしょう。しかし金に関してだけは大胆さとは正反対だったようです。それほど慎重な方がなぜ信じたのでしょうか？これもその先生に伺った話なのですが、何でもマルソーの会長にだけは担保が保証されていたというのです。担保保証？はい。後宮氏は会長の信用を欲しがっていました。なので何としてもこの話に乗ってほしい思惑があったのです。そのため秘密で会長にだけは特別に有利な条件で話を持ちかけたというのです。それはつまり他のフィクサーの投資から元本を保証返済するという無限連鎖法の詐欺のような。違います。会長は最終的には派閥全体で4割もの投資を行いますが、そのうち個人的に1割の投資を行います。その1割分、つまり10トンの黄金の1割、1トン分について黄金を実際に預かっていたというのです。1トンの金塊ですか？今日の価値で20億円ほどはありますね。その金塊は最終的には財を成した後宮氏の手元に戻りますが、それでも一時的に会長の手元に置かれていたと言われています。私は残念ながら見ていませんが、当時特に親しかった一部の先生方がそれを実際に披露されたことがあると申しておりました。ではその話が真実なら、少なくとも1トンの金塊は実在すると。会長の話が本当なら、いえ、もちろん私は本当と信じておりますが、会長は後宮氏によって目隠しの上、六軒島某所の隠し倉庫に連れて行かれ、そこで実際に10トンすべての黄金の山を見せられたそうです。そしてそのうちから1トンの山を分け与えられたというのです。そしてその1トンは再び後宮氏のところへ戻った。はい。後宮氏は見事に事業を成功させ、利子をつけて完済しました。会長がお亡くなりになられた後の遺産整理では、後宮黄金を裏付ける証拠品はたった1点、10キロのインゴット1つが出てきただけでした。これはおそらく何かの記念に寄贈されたものだと考えます。会長の協力がなければ他のフィクサーの信用が得られなかったわけですからね。それに対する謝礼か感謝でしょうか？私はそう考えています。ただその後、その黄金は残念ながら紛失してしまっているようです。写真も残っていませんが、家人、関係者などこれについては大勢の目撃者がいます。
なるほど。では後宮氏が10トンの黄金を持つこと自体には懐疑的でも、1トン分については信じる価値があるとおっしゃられるわけですね。博打は貧乏人のすることです。金を持つものであればあるほど、絶対の保証がない限り金を動かさないものです。私は会長が乗った1割分、つまり1トン分の黄金については間違いなく存在したものと確信しています。また万が一後宮氏が事業に失敗したなら、マルソーの会長も詐欺師呼ばわりされるリスクが残る。当時会長は率先して後宮黄金の宣伝等的な役割を担いました。それから考えて、絶対にリスクを負わないのが金持ちの鉄則である以上、会長は10トンの黄金について絶対の確信を持っていたということですね。はい。金を持たんもんには分からんでしょうな。しかし金というものを本当に知る者ならば、会長の動きから見ずとも10トンの黄金の影を確信できるのです。貧乏人の私から聞くと、よくもそれだけの莫大な金を話だけの黄金に投資できるものだなと思います。ある一定以上の金持ちになるとね、金よりも体裁と、そして死んだ後のことが気になるようになるんですよ。生きてるうちだけ取り繕えればどうでもいいというのは貧乏人の考えです。死後も自分の評価が損なわれない生き様でありたいと願うのが金持ちというものです。つまり死後であっても詐欺師呼ばわりされるような話には乗らないと。ええ。会長は10トンの黄金を確実に保証できる証拠を絶対に得ていたのです。あとはマルソーの会長という方がどれほどの方だったかをどれだけ理解しているかで信用が変わるでしょうな。あなたは信用できると。ええ。そしてあなたには信用できないこともわかりますよ。いやいや、それを言われるとこちらもつらい。それをはっきり示せる証拠があれば私も考えを改めるのですが。世の中証拠をもので示せないことってたくさんあるんですよ。あなた奥さんを愛しておられる？すみません、独身です。結婚指輪ってのはね、お互いの永遠の愛を誓い合ったっていう証拠なわけ。でもだからって浮気や不倫はなくならないでしょう。互いが今も相手を愛しているかどうか証拠を示せって迫ったら、それ自体がもう愛が冷めた証拠なわけでしょう。そうなりますね。かみさんが愛してるって繰り返してくれるその言葉を男は鵜呑みにするしかないわけよ。きっとかみさんもそう。毎朝50になっても60になっても朝はキスから始まるわけ。でもそれは単なる習慣に過ぎず、愛はとっくに冷めてるなんて言われたらもうどうにもならない。愛がなければ見えないというわけですか。おお、キザな言葉を知ってるね。そういうことです。会長を信じ敬愛してやまなかった人々には確かに10トンの黄金が見えた。会長や後宮氏が気に入らなかった人々には見えなかった。
そういうことじゃないですかね。せめてその会長さんの遺品から出たインゴットだけでも見つかれば信憑性は増すのですが。これは噂だけどね、後宮氏のご子息のクラウス氏が入手したって噂がありますよ。クラウス氏は独自に黄金の隠し場所を探してたらしいですから、それを入手し10トンの黄金の実在を確信したため、六軒島の全島調査の準備を進めてたって聞いてます。しかしクラウス氏も例の事件で亡くなられてますね。当然そのインゴットも山の中に。六軒島って昔悪食島って呼ばれてたのご存知で？ええ、それがなまって小豆島になり、最後に六軒島になったと。そうそう、悪霊が住んでて魂を食らって飲み込む島ね。飲み込んじゃったんだよ、ペロリと。当時黄金伝説を証明する証拠はきっとあったんです。それを大勢が目撃した。だから黄金は事実だった。しかし時を経てそれらの証拠は失われた。飲み込まれた。その結果、事実だったはずの黄金伝説はその存在を疑われるようになった。確かにそうとも言えますね。私はね、女房を愛している。今日まで浮気を疑ったこともないし、女房と同じ日に同じ畳で死ねたら最高だと思ってるよ。胸を張って息子たちや孫たちに最高の人生だったと語って大往生できる。そしてそれを見た息子たち孫たちは、じいさまは最高に幸せな人生を歩んだと、確かにそう言ったと語り継ぐだろうね。しかし直接聞いた子孫がみんな死ぬほどの未来、俺の末裔が死んだひいじいさまは不幸で、夫婦仲は悪く不倫だらけだったと言い出したらどうなるかね。それを否定する証拠に俺は何を残せばいいんだろうね。何を残したって疑う未来のそいつのもとに届かなきゃ意味がない。もうね、あんたらの追い求める六軒島の真実なんて何も存在しないんだよ。あれから長い時間が経って全ての証拠が消え去った。だからあんたらが好きに決めればいいのさ。黄金はあった、なかった。メッセージボトルはどれが本物でどれが偽物で、当日何があったのなかったの、好きに決めればいいのさ。だがあんたらが何を決めたって当時の本当の真実は揺るがない。耳に痛いお言葉です。しかしそれでもその真実に迫りたいと思っている我々は今後何を指針に過去を探ればいいのでしょう。心だよ。人の心は時代を経ても変わらない。心とはまた抽象的なものが出てきましたね。何があったかを知ろうとするから証拠が必要になる。
そうじゃなくて、何を考えてたかを知ろうとすれば必然的に何が起こったかを知ることができるんじゃないかな。チェス盤をひっくり返すということですか？なんですそれ。いえ、要するに相手の指し手を読めという意味です。敵の思考を探れと言いますか。ああ、そういう意味ね。それでもいいと思います。後宮氏やその関係者が何を考えどう生きたかったのか、それに思いを馳せなきゃ真実なんかたどり着けないですよ。愛がなければ見えない。またキザなこと言うね。まあそれでもいいや。おかしな金持ちがどんな馬鹿げたことをしたかったのか、そういう考えじゃ見えるわけもない。金持ちは奇人変人で何を考えてるかわからないという色眼鏡を外してね、一人の人間として考えてみることをおすすめしますよ。それくらいでいいですかね。これくらいお付き合いすれば私の幼なじみの顔は立つんじゃないですかね。ありがとうございました。原稿を起こしましたらお送りさせていただきますので確認をお願いいたします。いや、いいよいいよ。チェックめんどくさいからそのまま掲載してくれていいよ。何をどう言い繕ったって悪意ある人が聞けば悪意あるように解釈できちゃうんだから。ただ匿名でお願いね。そういう条件でお話ししたんですから。はい、心得ています。今日は本当にありがとうございました。どういたしまして。もうテープ止めてもらいます。録音ってのは何度やっ